アンニョン、パクンです。トミです。30年間日本という国を見てきて、何を感じたのかとか、どういった変化があったのかっていう気になって、今日お聞きしたいと思っております。5つぐらいの質問で聞いています。はい。そしたらよろしくお願いします。お願いします。で、最初の質問、いきなりですが、日本に住んでみてどうでした？一言で言えば良かったです。圧縮すれば。圧縮で言えば良かったです。最近、いろんな社会のニュースでアメリカでは銃撃事件とか、世界中戦争で煽れてるし、ヨーロッパも今大変ですよね。経済的にも。日本は政治は良くないと思うんですけど、安定してるなと思いますね。治安的にも何より綺麗です。これ30年前と今で全然変わんないですよね。物価だけ上がってます。めちゃくちゃ上がって。もう、この2、3年間、いきなりもう急変しましたね。あと、この30年の変化で僕が思ってるのは、はい、外国人の数、結構変わってきたなと思ってます。はい。で、トミーさんが最初来た日本の頃は、もう韓国人すらほぼいなかったみたいな。韓国人あまりいなかったですね。隣に日大があったんですけど、留学していた韓国人、3、4人ぐらいかな。日本の方々で一部は不便を感じている方っていう方も、事実ながらいる気がしていて、それは、外国人の本人からしたら、どのような印象ですか？あちこち外国語、最近はあまり韓国語はもう、みんなしないんですけど、それより、最近、観光客がいっぱい来てるじゃないですか。家族連れの人たちはいいんですよ。礼儀正しいんですけど、若い人たちは触れないのが多いんですね。礼儀がない。それはその国での礼儀かもしれないけど、日本では礼儀正しくないですからね。いや、多分その国でもダメだと思うんですけど。はい。そう、遊びに来ているかもしれないですけど、私の中でビール飲んだり、ビールこぼしたり、車の中で美味しくしたいって言われると、どうしようかって困っちゃうんですね。おろしてと言われてはおろしたら立ってしょんべんしたり、お酒を武器に無礼な行動が多いです。だから日本の方も嫌な感じするかなと思いますね。そうですよね。母数がいっぱい増えたから、その中で変な人の数もいっぱい増えたんですね。はい、で、二つ目は、トミさんが日本人で、30年間まで住んできて、自分に合うようなところと合わないところがある。自分の合うところは、綺麗な環境。周りをあまり気にした。自分のことだけしっかりしていれば問題ないことが自分に合ってるかなと思います。あと、自分に合わないところは、私、人が好きなんですけど、日本の方って情がないです。家族みたいな人だと思うんですけど、もう、いちいち2日経てば他になっちゃうんで、冷たい。飲み会った翌日、韓国だったらもう家族なんですけども、日本だったら、そうだっけみたいな感じですよね。これ、日本に来る韓国の方よく言われてる。韓国はうるさいけど、情はあるんですね。でも今はどんどん変わって冷たくなってきてるんです。やっぱり情がないのが寂しいなと思います。いいところあるところあります。それは性格かもしれないですけどね。私は人がいっぱいいるところが好きなんです。日本に住んだのは20年ぐらい経ってると思うんですけど、それをどう克服しているんですか？明日は今日よりはいい日になるだろうって。今日よりはいい人間になるかなとか、そういうことをですね。雨が降ってきたので場所を変えて、ここから質問していきます。3番目の質問がですね、30年間住んでみて、日本社会がどのように変わったと感じてるんですか？日本社会はあんまり変わってないかなと思います。最近やっと変わり始めたなと思いますね。最近は住民票とか、受け取る時もコンビニとかできるんですけど、その当時は区役所行かなきゃいけないし、今はゆとり世代といって、日本ないし礼儀が少し薄くなったなっていうことは感じますね。僕もチャンネル運営していっぱい話聞いたのは、教育が変わって、昔はもうガツガツしてたけど、ゆたりになったって話、それも実際感じられてます。はい、そうです。その当時より自分優先。今の韓国のそのガツガツな雰囲気、実はもう昔すでに日本で起こっていたみたいな話もある。そうですね。その当時は日本が世界の文化をもう導く、そういう時代だったんですよ。アジア、東南アジアとかも全部 J-POP とか憧れていたし、その時代だったんで、日本というプライドが高かったんですけど、薄くなってきた感じはしますね。今の日本でもっと自信持った方がいいぞっていう人と、焦らなきゃみたいなという人がいるんですけども、トミーさん的にはどう思いますか？そうですね。僕が感じたのは、もっとプライド持ってもいいかなと思います。でも、日本って二分化してるんですよ。プライドを持ちすぎている人と、本当、プライドが全くないと、もう日本ダメだとか、人もいるんですけど、ちょうど真ん中がないんですね。極端化してるんですよ。タクシーのお客さんからしても、もう今の日本じゃダメだよ、ダメ。昔の日本とは違うよとか言う人と、日本だよとかそういう人がいて、そのちょうど真ん中がないんですよ。
で、4番目の質問ですね。日本で住んだのは20年ぐらいだと思うんですけども、日本に住む前後で変わったことはありますか？私自身として、理念とか、哲学とかは全く変わってないと思います、自分は。はい。変わったのは、年取ったのと、経済的な余裕が昔よりはできたことと、子供が成長したこと。自分が昔思ったそういう理念確実になったっていうことですかね。どこにいても自分がしっかりしていれば崩れない。韓国だろうが、日本だろうが、日本でも、地方だろうが、東京だろうが。周りのものとか周りの環境を口実にするのは自分を試しにすることだと思います。そういう人は成長しないと思います。だってこういうことが好きなんです。ものをやろうとする人は方法を考え出す。ものをやめたいと思う人は周りの口実を探す。その交流かなと思いますね。ありがとうございます。で、5番、このインタビューを通じて最後ですが、これから日本社会、もしくは人生でどういう夢、目標を持っているのか。もう30年間暮らしながら、寂しさはどうしようもないかなと思いますね。克服したいなと思います。今でいう寂しさはどういうイメージ？問題が起きたって、周りにいっぱい相談ができると思うんですけど、それを行動に起こすのは自分だし、うちも人は一人でしなきゃいけない。周りのそういう助けとか援助は受けられるかもしれないけど、それをやり中華でのそれの寂しさですね。例えば日本で、病がかかったとすれば、病をどう治すかみたいなこと。自分一人で解決しないといけない。そうですね。それは韓国にいたら変わります？変わんない。だから、どこにいても、その寂しさは変わらないかなと思います。人間って、家族がいるんじゃないかと思うんですけど、その人が、100% 幸せを生活しているのに、周りの不幸な人がいたら、その幸せを分けるんじゃないですか。その人の、時間とか、経済力とか分けなきゃいけない。お金をあげなくても、不幸な人に対するそういう時間は、お金に、換算できないと思うんで、それもすごい援助だと思います。こういう寂しさというのは、日本に最初に来た頃と比べるとどうなんですか？私、高校生から一つ夢があって、人生の中で一人でも本当の友達に出会いたい。未だにないです。自分の命さえかけられる友達に会いたいっていう気持ちなんですけど、人と人って片思いじゃ成り立たない。思いもある程度 100% 繋がらないと、そういうことはできないんで、夢に過ぎないかなとは思うんですけど、たまにドキュメンタリーとかそういう人たちを見ると羨ましいです。じゃあもう日本での生活20年間、そしてこっからのロードマップとしても、それを探し続けていくっていうのは、トミーさんのゴールかもしれないですね。そうですね。はい。以上でインタビューを終わりにしたいと思うんですけれども、時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。これはトミーさんはですね、YouTube チャンネルも運営しているので、ちょっと多分韓国人向けのチャンネルではあるんですけども、もし興味ある方はぜひチャンネルも覗いてみてください。はい。では以上にしたいと思います。ありがとうございました。アンニョン。